やばいやばいやばい。ママちゃん、あっち。はい、ババンババンバンバンバビバビバババンババンバンバビバナナ。ババンババンバンバビバビバビバババンババンバはい。の全員は見えてないか。はい、藤子さんでございます。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこにシーバーを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、チャトラのまさるくん、白茶のゆりさん。画面に収まっておりませんが、グレーのぐーちゃん、白黒のくーたくん、三毛猫のたまちゃんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活って、どんな感じなのかなっていうのを、ちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと、にゃんこにシーバーあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい、ゆりたんは食べれたのかな食べれなかったのかなずっとあそこにいて画面には映ってたけどな。たまちゃんは食べれなかったのかなと思いきや、他を笑ってたから、無事ちょこっとは食べれたのかな。あとの子たちは食べたみたいだけどな。ゆりたんはお水飲んでるな。なぜか、ちょびっと残しな。カリカリの、でき損ないなぜか残すんだな。はい。で、1日1個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言います。で、なんでジャスティースって言うかっていうと、後ろにいるうさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい、では行きますよ。せーの。ジャスティース、はい、たけし、ジャスティース。猫はもうね、かわいい。黒豆茶をぐーちゃんとゆりたんがね、今飲んでるんだけど、もう二人してこっちにお尻向けちゃってな。かわいいな。
はい。今日は氷を少し入れた水でございます。塩は入っておりません。今日は誰もいないんだな。いつになったらこの番組が視聴者が増えるんだろうか。5年やってても増えない。どうしたらいいの？もうわからんな。はい。というわけで、1日1個は、もう言ったけど、またやる？もう一回、オープニングから始めるみたいなね、感じだな。で、今日は質問が何だったっけ？いいえ100、キノコだな。キノコ育てたことありますか？いいえだったな。私も、育ててるわけではないけど、プランターでキノコがね、生えているよ、毎日な。毎日生えちゃなくなり、生えちゃなくなりを繰り返して、育てているわけではないけれども、うちにキノコいるよっていう感じかな。てったまさん、嘆きの藤子さん、ジャスティス、ありがとうございますね。もうな、この番組の意義ってなんだろうみたいなね、感じだよな。で、あとは何の話する？今日は火曜日で、そっか、今日は雨だったんだっけね。まあ今日はさ、モーニング食べに行ったわけよ。今日はさ、びっくりドンキー前はさ、びっくりドンキーってうちの近くになかったんでな。なかなかちょっとなぁなんて思ってたんだけど、なんか新宿にいつの間にかできたらしくってさ、新宿にあんのかと思って、まあ新宿だったらまあ行けるかと思ってさ、ね、で、今日はびっくりドンキーのモーニングをさ、朝食べに行ったんで、だから今日は農協には、行かずって感じかな。とりあえず洗濯はしたけれども、ただね、雨が降りそうだったんで、ちょっとね、シーツを外に干すわけにはいかないからと思って、また今日も必要最低限のな、ゆりたんのおしっこシートだけ洗って、で、出たんだよね。ただね、そんな雨もいかにも降りそうでし、ね、しかも雨の予報で、でもこりゃ今日は雨だなと思って、まあ雨の装備で行ったにもかかわらずな、なんか私が歩いてる時間はちょうど降られずに済んでたんだよね。で、まあ良かったよと思ってさ、降られるよりは。で、まあ装備もしてたからね、まあちょっと降られてもね、傘させるし、靴は雨靴、履いてったから、濡れても別に平気だし、みたいなね。感じでいたんで、今日はまあ割と、快適に過ごせたかな、雨の割には、みたいな感じだったかな。だからね、ドンキのモーニングを、食べに行った時はね、全然雨平気だったんだよね。で、午後はヒルトンに、午後はお台場のヒルトンに、食べに来ましたっていうことでな。その時もだからバスで移動したんだけど、バス乗るまでは降られなくって、で、バス乗った直後から土砂降り。おーと思ってな。で、場所わかんなかったからさ、バス停、ホテルのね、近くまで行くのかどうなのかわかんなかったわけよね。なんか近場で降りて10分ぐらい歩いたりとかしなきゃいけないのかなと思って、ね、この雨の中、さすがに歩くのはちょっと嫌だななんて思ってどうしようかななんて思ってたんだけど、ちゃんとね、真ん前までバス着きまして、でね、屋根があるので、濡れずにね、行けるっていう感じで。いや、今日はね、土砂降りだった割には、
そんな濡れることもなくね、過ごせましたよって感じよ。てんたまさん、ドンキのモーニングは評判いいみたいですね。あ、そうなのね。なんかね、わかんないけど、まあ、新宿っていう場所柄もあるかもしんないんだけど、なんか割と人いたなみたいな感じだったかな。てんたまさん、セレブ感、そう、そう、ヒルトンと思ってさ、だからなんだ、いつもさ、食事行ってるのさ、クーポン、クーポンが出るんだよね。で、それを使って行ってるんだけど、んで、今月誕生日だったから、だから誕生日のポイントもつくわけよね。だから誕生日のポイントもつくんだけど、今までは誕生日のポイントってさ、2000ポイントだったわけ。2000円分っていうのだったんだけどさ、なんかね、今年500ポイント。なんか知んないけど、今年500ポイントだったんだよね。何それみたいな感じ。500ポイントだったんだけど、そもそも持ってるポイントも、まあ500ポイントぐらいあって、だから合計1000ポイントぐらいあって、でしかもね、来月からそのクーポン、出るんだけど、使えるのが3000以上のメニューからとかなるから、じゃあ、もう私これ行かないな。これ使わないな。このクーポンを使ってね、お食事にはもう行かないなと思ったんでさ、お食事納めだなと思ってな。で、まあ、ポイントだから別にね、来月以降でもいいんだけど、ただもうね、どんどん値上がりしていくし、だからもうね、今月中に全部使い切る勢いでさ、いるわけよ。それで探してたんだよね。そしたらさ、なんかヒルトンの、なんだっけな、和スイーツっていうのが、なんか絶景の、テラス席で、食べる和スイーツとかいうのがあって、でそれだとさ、ヒルトンなのにさ、ヒルトンの、和食のお店なのに、だからそれ以外のメニューはね、普通に高いわけよ。普通に高いんだけど、その和スイーツだけはね、2500円で、で、1000ポイント使うからさ、1500円でさ、ヒルトンのレストラン利用できるわけよ。これはさ、経験的にな、いいじゃないかと思って。いいじゃないかと思って。で、本当はほら、そのテラス席からのさ、絶景っていうの景色っていうのかな、をさ、まあ、見たかったんだけど、だから晴れの日を目指していけばよかったんだけど、ただね、夏休み入っちゃうと、ちょっと嫌だなぁなんて思って、夏休み前になんとかこなしたいと思って。そうするとさ、今週中にね、こなさないと無理なわけ。って思うとさ、あとね、だから、天気気にしてると、行ける日がないと思って、でね、今日、地震かな地震だね。マチャが、キョロキョロしてる、キョロキョロしてる。ね、なんか地震が来そう揺れてるけど、大きくはならないかなはい。みたいな感じだな。てんたまさん、経験値が上がりますね。そうそうそうね。だから経験的にさ、いいんじゃないのと思って。いいんじゃないのと思ってさ、行ってみたけどね。てんたまさん、ね、なんか地震が、なんかね、でも、揺れ止まったっぽい。
あ、またちょっと揺れてるかな。ほら、ジャスティスのお水が、少し揺れて、まだちょっと止まったり揺れたりしてる感じかな。これは大きくならない感じかな。また千葉県あたりなのかね。わかんないけど。そうで行ってみたらね、ちゃんとヒルトンがさ、屋根がついてるから、雨で濡れることなくな、入れるわけよ。すごいなと思って。すごいなと思ってね。今までヒルトンにさ、入ろうと思ったことがなかったからさ、おお、そうか、こんな感じか、みたいなね。ね、さすがヒルトン、名前聞くだけあるね、と思って。さすがホテルっていう感じだったね。なんか高級そうなホテル、まあ高級なんだろうけど、きっとな。きっと高級なんだろうけどさ、なんか全然値段すらも調べたことがなくて、俺には縁遠いわなんて思ってさ、で、行ってみたら、なんかね、ちょっと、なんだろうな、中庭っていうのかな。なんかそんな感じになってるし、こうね、どこを撮っても映えそうな感じになってるわって思ってな。ただまあ雨なんでちょっとね、撮れないけどって感じだったんだけどさ。だからもういきなりね、お、これは結婚式場ですねっていう感じのな、いでたちでさ、で、ここできっとな、写真撮るんだろうね、みたいな、そういう感じで。で、入ったらね、なんかね、結構、風鈴とか、あと、なんだっけな、風車とかの飾りがあってね、外国人を意識してるんだろうなって、まあ実際外国人ばっかりだけどな、日本人もね、高くて利用できる人一部だよね、みたいな感じだよね。で、入ってすぐ、多分ビュッフェの、え、レストランというか、そういうところなんだろうなっていうのがまずあって、ただ私は今日は和食だからここではないはずと思ってな。んで、周りはそうやって風鈴があって、で、座り心地の良さそうなソファーがあって、で、そこに外国人たちがいて、みたいなね、感じで、で、広々としてんだよ。だから、とにかく他のホテルと違うところはスペースをな、贅沢に、スペースを贅沢に使っておりますっていうね。感じだったかな。で、あとはね、やっぱり私利用したその和食のお店と、あとそのフロアにおそらく客室があるんだろうねと思うんだけど、で、その客室を使ってる、あの、まあ、若い、夫婦なのかカップルなのかわからないけど、感じの人がね、成金なのか知らんけど、そんな感じの若者がいたかなっていうね、いい感じでした。ヒルトンの圧。天玉さん。富裕層のインバウンドのお客さんでないと泊まれない状況でしょうね。そうそうそうね。日本はね、どんどん貧困化していくからな。天玉さん、天井も高そう。そうそう、天井はね、吹き抜けになってるっていうの。だからずっとつながってるっていう感じで、螺旋階段を登って、3階に行ってみたいなね、感じ。で、どっかしらになんか中庭があるみたいだったんだけど、ただまあ雨なんでね、いいやと思って。いいやと思って、もう十分中だけでも、楽しめたんで、よかったっす、みたいなね、感じでございましたよ。本当誰も来なくて申し訳ない。本当誰もな、増えなくて申し訳ないよ。ありがとうな。付き合ってくれてな。で、ピアノもあったけど、まあ、それはストリートピアノでは
なさそうな感じだったね。誰でも使える感じではなさそうな感じだったね。まあ、富裕層っていうかね、多分その外国人が、親近感があるというか、なんかそんな感じなんじゃないのかなと思ってさ。なんか他の、帝国ホテルとかは一見日本人っぽいけれども、中国人の富裕層なのかなが利用してるっぽい感じだったんだよね。で、ヒルトンの方は結構白人さんとか黒人さんとか、いかにも外国人、インバウンドのね、お客さんみたいな感じの人が、に受けられたんでね。だから、外国人っていうか、そのインバウンド受けっていうのかな。インバウンドの人が利用するっていう感じなのかね、と思って。で、まあ、その富裕層の中国人とかそのあたりだと、ヒルトンではなくて、なんか違うところ利用してんのかな、みたいなね。そんな印象だったね。と、天玉さん、まあ、田舎に住んでると異世界ですよ。まあね、田舎に住んでなくても、まあ異世界でしたけど、異世界でしたけど、そうでね、ちょっと早めに着いたっていうのかな。少し余裕があったんで、時間にな。ただ、レストランの営業時間見ると、2時に予約してたんだけど、なんか2時半までって書いてあったりね、なんか3時までとかって書かれてたりとかして、だって食事するんだと1時間だとちょっとさ、時間足りないかなっていうふうに思うんだけど、まあ食事ってわけじゃなくてね、スイーツだから、まあね、そんなには時間かかんないかなと思ってさ。で、まあ一番遅い時間に予約入れといたんだけどさ。まあね、そんなんで、だから食べるのも食事じゃないからね、まあ時間取りに行っても大丈夫かななんて思って、なんか早めに入った方がいいかな、どうしようかなとも思ったんだけど、まあね、先にトイレでも行っとくかと思ってさ、ところがさ、トイレが見当たらないわけ。トイレが見当たらないと思ってさ、ね、で、なんとかルームとかっていうのがあるわけよ。で、まあそういうののね、付近には、大概ね、トイレなんかあるんじゃないのなんて思って。で、そのなんとかルームみたいな方に行ってみんだけど、まあないわけよ。ないなぁと思って。で、しゃあないと思ってね、他の階に行って、入ってきた2階かなに行って、まあそこはまず入るところだからね、そこにはあんじゃねえのなんて思ったんだけど、ないぞ。あれ、ないぞと思って。そう、だから表記が違うのかなと思うんだけど、ただやっぱりね、ないんだよ、どう考えてもさ。で、と思って。だから下に降りるエスカレーターがあったんで、さすがにその下ぐらいにはあんじゃねえのと思って行ってみたら、やっぱりね、なんか化粧室、なんか新郎控え室とか、新婦控え室とかなんかあったんで、なんかね、美容室とか、だから結婚式をする系はこの回なんだな、みたいなね、感じで、そこにね、化粧室っていうのがありまして、あるんだ、やっぱりな、あるじゃないかと思って。なんかやっぱり今まで探してた回にはないってことだね、これはと思ってさ、おーと思ってさ、こんだけ広いのに、こんだけ広いのにトイレないんだと思ってさ、だからもう本当なんだ、泊まってる客が自分の部屋のトイレ使うから、十分ですみたいな、そういうことなのかなって思ってね、おーと思ってさ、トイレないよみたいな感じだったんだね。で、トイレ入ってみて、で、ドアがさ、普通のドアなわけよね。だから最初はさ、化粧室って書かれてるからさ、入れるんだけど、出るときはさ、化粧室って書かれてるわけじゃないからさ、出口どこから来たっけみたいなね、感じでさ、このドアだったっけなんて恐る恐る開けてさ、合ってたみたいなね。
で、そんな感じだったかな。で、手洗うところもさ、紙で拭くようになってるんだけど、その紙が3個あって、手洗うところがね、一個一個になんだ、ティッシュっていうの、ボックスっていうのをつけられてさ、で、しかも別にね、普通のトイレみたいにさ、壁についてるさ、こう、引っ張る紙のやつもあって、ねえ、だから、おおと思って。おおと思って、その割にはこう、手をさ、差し出すと、水が出るタイプじゃなくて、ひねるタイプのね、で、お湯と水と分かれてて、その辺はなんかちょっと懐かしいみたいな感じなんだけどさ、なんかいちいち、おおみたいなね。でさ、便座が、ウォシュレットの、トイレで、あったかいわけよね。あったかいんだけどさ、今日はなんかほら、蒸してたじゃんか。気温は確かにね、ちょっと普段よりは低いからさ、まあ暑いっていうのもなんかちょっと違うかなっていう感じではあるんだけど、まあ便座冷たいよりはあったかいとちょっと嬉しいけど、たださ、蒸してっからさ、すごいそれが、トイレが暑くて暑くてって感じな。これ夏でもこの便座暑いのかなと思って、それがちょっと疑問だったかな。えーっと、てんたまさんどこだっけ？ヒルトンはトイレ表記にも気を使っているのですか？そうね。だからなんか違う表記なのかなと思ってさ、すごい探したんだよね。トイレでなくて化粧室、そうなの。化粧室なんですよね。ヒルトン怖い。まあでも広々してるからね、そんなに怖くなかったかな。そういう従業員の人とかの、距離が近いわけではなかったから、近いとちょっと怖いけど、ちょっとね、距離があるんで、そんなにはね、怖くなかったかな。大樹さん、藤子さん、皆様、こんばんは、ボンソは。本日もしぶとーくやっておりますよ。天玉さん、大樹さん、お待ちしておりましたね。一人ぼっちで。ごめんよ。全然影響力がつかなくてね。どうしたら影響力つくんだろうな、これな。だから、早いものに、乗るといいよと。だから、新幹線とかね、飛行機とかね。早い乗り物に乗るといいよっていう話だったけどさ、今年だって新幹線も乗ったしさ、飛行機だって乗ったのにさ、ねえ、全然変わんないじゃん、これさ。なんだよ、みたいなね。いつになったら私影響力がつくんでしょうかね。てんたまさん、大工さんも LINE でリアそうめんオフ会にご参加を。LINE デリアついてんのかなどうなのかなわかんないけどね。LINE デリア持参で持参で参加、してくださいませ。てんたまさん、まあ、YouTube されている方、増えてますしね。まあね、そりゃそうだよね。あとはまあ、私はないにばっかりフォーカスしてるからいけないんだろうな。あるにフォーカスしないから、なかなかな状況が変わっていかないんだなっていうね、感じですよ。で、今日は、ドンキのモーニングか。ドンキのモーニングな。そうで、ね、ドンキ自体がさ、びっくりドンキね。ドンキじゃないね。びっくりドンキか。びっくりドンキ自体がさ、近場にないんで、ほぼ、利用したことないっていうか、昔ね、その、車に乗ってた時に利用したことがあるかなっていうぐらいでさ、なんかその時、木のメニューでさ、お店の人がなんかドーンって出して、で、どれにするみたいな、なんかそんなシステムだったよなぁなんて思って。ただまあ、モーニングだしね。で、今ほら、タッチパネルが当たり前だから、まあ、それはタッチパネルなんだろうな、ぐらいな、まあね、
つもりでいたんだけど、料理運んでくるのがさ、ロボットじゃんか。で、それ私初めて経験したわけよね。前にしゃぶしゃぶかなんかのお店に行った時はさ、ロボットはうろついてはいたんだけど、私はそのロボット来なかったわけよ。なんか店員さんが持ってきてくれててさ、そのロボット全然私のところには来なかったんでさ、ね、使ったことなかったんだよね、あのロボットさ。で、前に、なんだっけ、不適切にも程があるっていう、なんかね、ドラマが面白いだかなんかで、なんかおすすめしてる人がいて、で、まあそれをさ、見てみただよね。で、その時にロボット出てきて、で、あれってさ、安倍貞夫の役の人はさ、タイムスリップをしてきてるわけでしょ。なのにさ、その現代版のさ、ロボットを使いこなせてるところがさ、なんか注文は間違ってるみたいなんだけどさ、なんかロボットを使いこなせてるところがさ、負けた。タイムスリップしてきてる人に私、負けたなと思ってな。すごいちょっと戸惑ったよ。ロボットがやってきて。ロボットやってきてな。まあ、それで、もう受け取って、無事ね、食べることができましたよってね。体験を今日はしてきました。てんたまさん、不適切にも毎週見てました。あ、そうなんだね。懐かしいっていう感じな。そうだったね。やたらとタバコ吸うシーンがありますけど、まあ、それは過去のね、表現してるだけですからみたいなさ、そんな注意書きがあったじゃんか。で、そう。昔はだってどこもかしこもさ、タバコ吸えるようになってたから、だからどこもかしこもさ、タバコ臭かったよね。だからそれがさ、外出するのちょっと嫌だみたいなところあったんだけど、だから今ね、タバコが吸えなくなって、まあ、吸う人にしてみたらね、どこで吸ったらいいのって感じかもしれないんだけど、吸わない人にしてみたらね、そこはいい世の中になったなと思いますよって感じ。読めない。高座どれを読めばいいんだ。高座さん。はじめまして、ボスは、本日もしぶとくやっております。てーたまさん、グループ魂好きでしたので、グループ魂ってなんだわかんないぞ。グループ魂。安倍貞夫しかわかんない。グループ魂。グループ魂になっちゃった。これ出てくるかな。なかなかな、この時間、つながらないんだよね。グループ魂、ハードコア。画像検索すればいいのか。これは、最近のグループそれとも昔からいるグループなんか昔っぽい感じに見せてるけど、でも安倍貞夫がいるから、この、あれか、番組で、やってる、グループっていうことなのかな。てだまさん、関係2級持ってますが、すげえ、関係持ってるんだ。読めないよね。高座さん。猫ちゃんのエコー動画面白かったです。本当よかった。どうかななんて思ったんだけど、楽しんでもらえててよかったよ。てんたまさん、エコー動画良かったですよね。そうなんだ。よかった。じゃあ、調子に乗って、またね、撮ってみるかね。そうなんだよ。ほら、うち、ほら、マイクあるわけじゃないからさ、
マイクでね、猫にさ、突きつけて、エコーを聞かせてる動画があるわけよ。で、それが面白くてさ、なんでさ、猫にマイク突きつけてエコーを聞かせてるだけでさ、なんかこんな面白いんだろうと思って、ずるいなと思って。ずるいなと思って、いいなとか思ってたわけよね、ずっとね。ずっと思ってたんだけど、あ、そっか、動画編集機能のところにさ、エコー機能あるよなと思って、で、これで、同じくできっかななんて思ってさ、ちょっとやってみた感じ。ちょっとやってみたけど、ただ面白いかどうかわかんなかった。わかんなかったんだけど、ただもう思いついちゃってね、もうやりたくなっちゃったから、もうこれな、あげるしかないと思って、で、あげてみたんだよね。でもあれか、楽しんでもらえてよかったな。エコードが良かったんだね。よかったよかった。高津さん、またエコーしてほしい。うん、それで良かったんなら、全然やりますよ。全然やります。あとさ、猫が泣いたら、即終了ライブっていうのな。もうそれさ、もうほんと数秒だからさ、前にショート動画っていうの縦画面のライブでやったことあるんだけど、なんかさ、縦画面のライブって優遇されるみたいな話だったけど、なんか、本当ですか？本当ですかって感じで、もう全く再生されないわけよね。なので、じゃあね、もう縦動画、縦ライブね、あの、もうやめて、もうやめて、普通に横動画のライブで、猫が泣いたら即終了ライブな。またちょっと、リベンジしたいなと思ったんだけど、エコーね、そんな気に入ってもらえてよかったな。特に寝てる時にやってみてください。寝てる時あんまり音出ないけど、でも、たまちゃんがね、たまにいびきかいてるんでね、そん時取れるといいんだけどな。ね、ちょうどね、なんかね、タイミングが、今と思ってさ、回すじゃん。そうするとね、止まるんだよね。なかなかね、さっきもさ、動画じゃないんだけどさ、クータがさ、かわいい格好して寝てたわけよ。で、最初写真撮って、で、またその後体勢変えたんだけど、それがまたかわいいんでさ、ね、シリーズでこれ撮ろうと思ったらさ、動いちゃってさ、と思ってね、結構ね、猫とんのね、なかなか至難の技なんですよ。せっかく猫動画でね、来てくれた人がいるのに、肝心な猫がいなくて、ごめんよ。というわけで、タロットカードタイム。本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。ね、猫動画じゃない、エコー動画な。なんであんな面白い、面白いんだろうな。あとは、そのさ、猫が泣いたら即終了動画さ。あれはさ、あの猫がさ、カメラの方を向いてるじゃん、興味津々でさ。で、にゃーって言うから可愛いわけよね。で、うちはほら、それやろうと思ってカメラ向けるとさ、逃げるからさ、ああいう可愛くにゃーって泣くところ撮れないわけよ。で、ぐーちゃんが比較的さ、カメラ平気でさ、で、カメラに向かってニャーって泣くからさ、じゃあぐーちゃんで
取ろうかって思うとさ、なんか即すぎて、即すぎて、ね、始めるのボタンすら押せないぐらいね。だから、ちょうどいい間が取れる子がさ、まあ、いないわけよ。まーちゃんは逃げちゃうし、で、ね、クータも、ね、その調子だから逃げんちゃうか。で、ね、ゆりたんもカメラ向けると、ふーって、なんかね、どっか、ふーって。でね、たまちゃんもさ、たまちゃんもだからさ、泣きすぎなわけよ。たまちゃん、ぐーちゃんはさ、泣きすぎなわけよね。だからもうさ、絶妙なね、タイミングで、にゃーって可愛く言ってくれる子がいないんでさ、あれ難しいんだよね。ずっと前からやりたいな、なんて思ってたんだけど、で、そのエコー動画な、エコーでさ、こすってる人いるじゃんか。あれずるいよね。ずるいよなと思ってさ、全部面白いもんなと思ってな。だからあんな風にね、なんかどうも面白いのかなと思ったんだけどさ。まあね、面白かったみたいで、よかったよ。あとは、今日は、びっくりドンキーで朝ごはんを食べて、で、お昼は、そのヒルトンでスイーツ食べてな。野菜食べてないし、なんかちゃんとしたご飯食べてないっていうのかな。なので、うちに帰ってきてから、まあね、干し椎茸を煮物にできるように水につけといたんでね、干し椎茸とタケノコをめんつゆで煮て夜食べました。で、今日は土砂降りだったので、農協には行きませんでした。てんたまさん、こするのずるいそうね。だってさ、ただ猫寝てるところとかにね、マイク突きつけてさ、で、エコーかけてるだけでさ、ね、何十万再生とかさ、で、こするからさ、もうどの動画もね、何十万再生でさ、いいよな、ずるい。ずるいなーってずっとさ、思ってたわけよね。高田さん。先月20日、愛犬が旅立ったので、そうだったんだ。癒されに来ますね。うちにゃんこしかいないけど、にゃんこでも大丈夫かい？ね、癒されに来てくださいね。じゃあまたね、近々、あれだな、にゃんこのエコー動画な。もうそれは決まったのでよかったよ。ネタは決まったのでよかったよって感じだったよね。で、あとはさ、なんだっけ、猫のコースターをさ、メルカリでね、売ってるんだけれども、で、コースターのそのね、なんだっけ、型紙だけ欲しいっていう人が前にいて、で、型紙だけ出品したにもかかわらず、なんか購入されずじまいだったわけよね。で、それが、購入したいっていう購入希望の人がいたんだけど、ただ私がさ、利用制限かかってたので、購入できませんっていうのでさ、ただなんか私の何かしらを、見っけて、で、なんかね、ダウンロードしましたみたいな。ダウンロードと思って、なんかそんなシステム作ってないけどなと思いながら、まあ解決したならいいやと思ってさ、ほっといたわけよね。ところがなんかね、動画見て作ったけど、うまくできませんって言われて、で、そのね、利用制限も解除されたので、だから購入できるようになったんでっていう話でね、じゃあと思ってさ、で、購入してくれたわけよ。あれね、なんかダウンロードかなんかして問題解決したんじゃなかったっけと思ったんだけど、まあね、購入してくれたから、じゃあまあ送んなきゃなっていう感じなんだけど、ただまあ作り方がうまくできないっていう話でさ、
ね、私の動画見て作ったのにうまくできないとか言われて、なのに型紙買ってくれて、申し訳なさすぎるなと思ったんでね、またその猫のコースター作る動画も、撮り直しっていうのかな。もう一個ね、ちゃんと説明しながら、ね、手元を大きく見せた動画、作り直そうかなっていうふうにね、思ってるところでございますよ。暑いな。暑いな。今日ほら、雨すげえ降ってっからさ、窓閉めてるわけよね。で、扇風機回してんだけど、扇風機の風がほら、昨日はさ、直接当たると辛かったんでさ、外してあったわけよね。外してんだけど、今日は暑かったんで、ね、ちょっと角度元に戻したはずなのに、なんか風が全然来ないのはなんでだろうか。高田さん。猫も好きですを今日はストップが出ない。今日はストップが出ないから、ここいらで適当にストップにするかな。ね、猫も好きだったらよかったよ。てんたまさん。美しい、たおやかな、やか、難しいよ。美しい、たおやかな、ね、だからあれかな、犬の名前だったのかな、それな。それともあれか、当て字でなんか言葉なのかね。てんたまさん、ワンコストップありがとうございます。ストップ催促しました。というわけで、てんたまさんからストップの掛け声いただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃん。コインがいっぱい。でも納得してない。私みたいなもんか。今の現状に納得しないな。頑固なカードが出ておりますね。高座さん、名前は赤座。高座じゃなくて、赤座か、そっか、高に見えたけど、高じゃなかった。老眼だからごめんよ。赤座なんだ。赤座さん、ストップ言えばいいんですね。そうなんです。ストップ言えばいいコーナーなんです、これな。充電中だった。これなんだ何個だ ?1、2、3、4、5、6、7。7個。ペンタクル7でございますね。ペンタクル7。そういえば最近、なんかそんなバス乗ったかな。なんかバス乗るたんびにさ、運転手さんが、女性の運転手さんでさ、前だったらなんかね、女性の運転手さんだと、珍しいな、みたいな感じだけどさ、なんかここ最近バス乗るたんびに女性の運転手ばっかりなんでさ、なんか随分女性の運転手いるなぁなんてふうに思ったんだけど、今日はさ、雨だしさ、でね、最近ほら外国人なんかもいるんで、なんか外国人の対応もしてみたりとかさ、で、今日は雨なのにさ、なんだっけ、車椅子の人いたわけよ。すげえなと思って。ね、オールマイティに何でもできないと。で、しかもね、車椅子の人ね、乗せたり下ろしたりとかするの。ね、しかも女性がさ、運転席乗ってるとき体の大きさわかんないけどさ、そのね、なんだっけ、車椅子の人乗せたり下ろしたりするためにさ、運転席から降りてくるわけよね。そしたら小さい女性でさ、こんなね、体の小さい女性でさ、すごいなーっていう感じだったな。てんたまさん、赤座さん、これから、
参加される方にマウント取りたいと思います。で、だからさ、この漢字読めませんみたいな。そうだね、そうだね。マウントとは何ですか？すみません。赤座さん。あ、なるほど。で、ださん、まあ冗談ですけど、はい、冗談で成り立ってる、番組ですのでね。ね、山田くんが時々出てきますから、座布団持ってな、楽しんで参加していただければと思いますよ。ペンタクル7の絵柄の意味。農夫が木を落としたような姿勢で自分が育てた作物を眺めています。彼はそれがいつ収穫できるのかと首を長くして待ちわびているようです。私みたいだな。多くの実りがありますが、まだしばらく時間がかかりそうな雰囲気です。うちのスイカが枯れてさ、もうショックなんですけど、みたいなね。スイカは毎年さ、まあ大きく、売り物みたいに大きくなるわけではないけど、まあ、ソフトボールぐらいの大きさのさ、スイカはできるわけよね、いくつかね。それだけでも十分ちゃんとさ、スイカの味がするんで、ね、ああ、今年スイカ食べたな、みたいな感じだったのにさ、今年スイカなんか枯れちゃって、もう枯れちゃってさって感じな、聖一ですね。聖一、物事を育てる、見守る。作物が育つのを待ちわびている農夫の姿から、このカードにはゆっくりと成長するとか、見守るという意味があります。そのため、ペンタクル7は聖一では物事を育てるとか、成長を待つという意味を持ち、逆位置では過保護や待ちきれずに放り出す。なるほど。正位置の意味、キーワード、育てる、見守る、待つ、収穫を得る、努力が実る。自分で育てた作物が収穫できるまでじっくりと待つこと、努力の成果を得るとか成長を見守ることを意味するカード。そのため、これまでの努力が報われてやりました。ようやくその報酬が手に入ると解釈できますって言いながらなあ、今まで変わらないじゃないかって感じよね。はい。聖一ならとても良い知らせだと受け止めてよいでしょう。おー、じゃあいいってことにしとこう。はい。いいってことにしとこうな。その他待ってればしっかりと収穫が得られる時期なので、急がずに時が来るのを待つという意味も持ってます。このカードは突然の収入ややりました。外部からのチャンスが舞い込むような、幸運によるものではなく、あくまで自分の努力の結果が得られるというものです。そうですか。ですから、その報酬は想定を大きく超えることはなく、いいカードなのこれ。確実な成果だと言えるでしょう。はい。だから納得がいってないカードなのかな。まとめ。まとめ。努力の収穫を得るカード。正位置では、あとは待ってれば成果は得られるところまで来てますので、最後の詰めだと思ってやりきることがおすすめです。了解です。というわけで本日のタロットカードの意味調べるの会は、あとはもうね、実りがね、熟するのを待つだけなんで、待ってればいいよっていうね、カードでした。やりました。というわけで、楽しんでいただけてたら幸いでございます。赤座さん、占いですか？タロットですよ。キノコって育てるの難しいのかななんかね、キットがあるんだよね。キットがあれば、水さえやればね、なんかどんどん出てくるらしいんだよね。で、なんか椎茸育てるキットとかあって、なんかそれが
1000円ぐらいで、まあ今ね、値上がりしてるかわかんないけどさ、なんか1000円ぐらいで売ってて、で、なんかね、椎茸なんか結構高いから、まあ1000円ぐらい元取れたかなぐらいは、育てられるんで、なんかね、コスパ良かったですよ、みたいな。なんかね、そんな感じだったよ。だからそのキットを買えば、まあね、そんな難しくないのかもしれないよな。てんたまさん、藤子さんと大吉さんが織りなす恒例の LINE デリアタロット占いです。な、赤座さん、食べるのは美味しい。ね、美味しいよね、キノコね。タロットカード占いなんですね。そうなんですね。てんたまさん、キノコピザに乗せて食べてます。あ、ね、マッシュルームが美味しいよね。赤座さん、ピザも良いですよね。てんたまさん、キノコを乗せると、ピザもヘルシーにいただけますよ。あ、まあ確かに具材でいろいろと変わるだろうな。ピザもな、肉系を乗せちゃうと、まあ、こってりになるけど、野菜たっぷりにすればな、だいぶ違うだろうな。で、そんなもんかな。というわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録とグッドボタンを押してスパッチャを投げといていただけると私が笑顔になりますのでよろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければお友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよという方はこのチャンネルには猫の動画がいっぱいありますのでそちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。てなわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、夢見てね。おやすみなさい。バイなら。